今回の再発見特別編は大分県玖珠郡玖珠町の歴史的な鉄道施設豊後森機関庫についてお伝えします。豊後森機関庫は大分県玖珠郡玖珠町の国鉄九大本線豊後森駅の東側にあった機関庫です。こちらの機関庫は鉄筋コンクリートでできていて広い面積があり、最盛期には蒸気機関車が21台も所属していたんです。歴史を再び振り返ってみましょう。豊後森機関庫は国鉄九大本線の豊後森駅の東側にありました。この機関庫は昭和9年1934年に九大線全線が開通したと同時に完成。そして豊後森機関区も誕生しました。直径 18.5 メートルの転車台を中心に半径 47.84 メートルで放射状に広がっています。構造物は鉄筋コンクリート造り扇形の機関庫です。そしてもう一つ重要な構造物はこちらの機関車を車庫に導く鋼鉄製の転車台。転車台の建築面積はおよそ270平方メートル、直径 18.5 メートル。鋼鉄製で鉄製の運転室が現存しています。機関庫が廃止されて40年以上、全体は錆色に包まれていますが、比較的良い状態で残り、風化を感じさせません。石炭や水などの補給基地として、また急な水分け峠越えを行うための機関車の交換などで、豊後森機関区は非常に重要な役割を果たしました。最盛期の昭和20年代には、200人以上の職員を有し、25両もの修理が行われていました。また、豊後森機関区は車両基地としてだけではなく、戦時中は軍事輸送の拠点としても機能していました。そのために悲しい歴史もありました。コンクリートにですね、機銃の銃弾の跡が生々しく残っていますね。太平洋戦争中の昭和20年8月4日、アメリカ軍の機銃掃射によって助役1人と職員2人が亡くなる出来事がありました。その時の機銃掃射の跡が今でも機関庫の壁に残っています。展示されている蒸気機関車は96という愛称で親しまれ、大正8年1919年に製造されました。それから昭和49年までの55年間、長崎本線や唐津線で活躍しました。中でも昭和20年8月9日、長崎に原子爆弾が投下された時期には、多くの被災された方々を乗せて走り、人命救助など多大な貢献をした蒸気機関車だそうです。蒸気機関車は構造上前後を区別する必要があったため、大規模な扇形の機関庫や転車台が必要でした。しかし時代が進んでディーゼル機関車やディーゼルカーへの移行が進み、1971年、昭和46年に豊後森機関庫は廃止されてしまいました。廃止前の1969年からは国鉄キハ07型機動車が使われていました。廃車後も機関庫で保管されていましたが、キハ型機動車は九州鉄道記念館で
保存されることになりました。豊後森機関庫は地元の人々にとって大切な場所でした。そのため2001年に地元の有志が保存委員会を結成。登録有形文化財に登録されるための活動を始めました。その運動ではなんと玖珠町の人口を上回る2万3000人もの署名が集まりました。そして2012年にはついに登録有形文化財として認定されました。今回の再発見特別編いかがだったでしょうか。この番組がいいねと思った方、いいねボタンをポチッとよろしくお願いします。それからチャンネル登録をよろしくお願いします。皆様のチャンネル登録がモチベーションアップにつながります。ぜひともチャンネル登録していただけたら嬉しいです。それではまた次回をお楽しみに。